はい、おはようございおはます。ようございます。今日は京都の京北というところに来ています。はい、今日はここから京北トレイル、京都一周トレイルの京北コースの方を歩こうと思います。京北コースは2年前に一度歩いたことがあるんですけど、その時とは逆回りで今日は歩きたいと思います。はい、今日一緒に行くお友達です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってきます。はい、こちらが京北の一番です。今日は逆回りなんで数がカウントダウンしていく感じですね。減っていく方向、こっちからです。京都一周トレイルは京都市街を取り囲む山々を歩いて巡るロングトレイルです。1990年代から東山、北山東部、北山西部、西山の4つのコースが段階的に整備され、約84キロで京都を一周することができます。今回歩く京北コースは、2005年に京北地域が京都市へ編入されたことをきっかけにルート整備が進められ、2010年に新たに京都一周トレイルへ加わった比較的新しいコースです。周回コースと4本の枝道からなり、総延長は50キロ近くに達します。北山杉の美しい森やのどかな里山風景が続き、市街地に近い他のコースとは一味違う静かな京都の自然が味わえるのが特徴です。今回は旧細野小学校を起点に、この京北コースを時計回りに一周していきます。周回コースの全長はおよそ36キロ、標準タイムは13時間ほどです。途中にはいくつかバス停はありますが、バスの本数が少ないため注意が必要です。はい、京北の92番。これが一番大きな数字ですね。はい、ここからじゃあちょっと山の中に入っていきます。はい、91番。はい、以前はこっちから来たんですけど、あそこの辺がやぶこぎで暗闇の中でやぶこぎしてめちゃめちゃ大変でした。以前の動画を見てもらえれば泣きそうになりながら歩いてましたけど、いや絶対違うなこれ。やば、迷った、もしかしてやば。ちょっとうわ、もう戻る道もよくわからん。もうでもやぶっていう感じでもないな。多分この辺だろうけど、迷ったというかさまよったのはこんなんだったっけこんな一直線だった記憶がないんだけど、幅がもっと広くてどっち行ったらいいのか分かんないみたいな感じだったんだけど、これだったら単純にまっすぐ行きゃいいじゃんみたいな話だよね。こんなんだったっけ。でもこっからもうないしな。そういうことか。なんか本当に暗かったから、暗かったからそう見えたんかもね。そう、多分あっちの方とかこう、行っちゃって、いやー怖いな。遭難あるあるですね。全然昼間来たら迷うようなところじゃなかったというこんなところで遭難みたいな感じでちょっと新しそうだから、最近作り直したのかもしれない。グリーン層です。はい、こちら間違ってこっち行っちゃったんですけれども、こっちですね。こっち降りないといけなかったです。間違えやすいです。吊り橋が見えてきました。吊り橋、新しくなってるめっちゃ綺麗。前はなんかもうボロボロで歩くのが怖かったんですけど、ちゃんと鉄筋になってますね。
めっちゃ綺麗。よかったよかった。おお、全然揺れない。全然揺れないとそれはそれでちょっと物足りないけど。1960年に架けられた高瀬橋は木製部材等の老朽化が進んだため、2024年10月から2025年6月にかけて大規模な補修工事が行われました。この吊り橋さ、京都トレイル歩く人以外使わないよね。すごいな、そのために架け替えたのかな。使うのかな。いやだってなかったじゃん、何も。何もないね。あそこに家がなんかもう住んでないか、住んでるのか住んでないのか。あ、やっぱり魚ヶ淵だね。魚ヶ淵吊り橋の桜。あ、しだれ桜。これ桜か。桜だ。そうだね、しだれ桜だね。これ春来たらめっちゃいいね。確かにそう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 。そうだから京北結構桜の名所があるみたいなんでね、いろんなところに。はい、ずっと舗装された道を歩いてきましたが、ここからまた山の中に入っていきます。75番です。この辺りは道が荒れていて分かりづらいですが、人があんまり通った形跡がないですね。なんか違うような気がしない？合ってます？でもね、道は乗ってはいるんです。多分その辺じゃない？だよね。でもなんかもうちょっと行ったら合流する感じですね。これは違うね、絶対。明らかに前来た時こんな道通ってないからどっかで間違えたね。あ、道標発見。あんなところに見つけた道標。よいしょ。見つけたけど、あ、これだ。やっぱこっちから来るのが正解だったみたいで、よかった。で、こっちだ。峠っぽいところまで来ましたね。72番。お、行き止まり。あれ行き止まりだぞ。これかな。あ、こっちか。ありました。71かな。71の1。あ、確かに。20まで来ましたね。黒尾山に行けるみたいですね。こっちまっすぐ行くと。さっきの。そうそうそう。だから周回コースはこっちだけど、白山コースっていうのがあるみたい。よし。いや、ここだよね。この道だよね。いやー、でもなんか間違ったね、どっかでまた。そうですね、ここじゃないよね、どう考えても。ここ登ろうっていう人はいないから分からんけど、どうだろう。でもそんなにずれてないんだけどね、軌跡を見ると。あ、違う、もっと向こうだ。だからこっちからこう行かなきゃいけないんだ。多分ね、あの辺から登ったような気がする。ここですね。本来の道はこっちから登っていくっていう、ここに道標があって、そうね、これがネットがあって、こうネット沿いにこう行くんだけど、さっき見たんここだもんね。そう、ここで、これがさっきの道標ね。で、この辺からこう降りてきちゃったね。ねえ。うん、
わあ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと動かんといてね。私が刺さっちゃう。痛い。もう全員がでも取ったら痛いしな。痛くはないんだけど服が破れそう。手袋手袋。ちょっと待ってよ、これはもう強引に、あ、痛い取れて。はい、なんとか取れました。これは何のなんでしょう。なんかバラ系の一回引っかかったらもう地獄のように、すごいトゲやったね。そうもうどんどん絡め取っていくみたいな、怖い。もうここら辺もそうはい、ちょっと気をつけてくださいねはい、藤の花です。もうだいぶ終わりかけですね。はい、ちょっと休憩していきましょう。お、綺麗。今まで何キロぐらい聞きました？13キロということは3分の1ぐらい、30何キロですね。36だから、まあ3分の1よりはちょっといってるけど、はい、こちらの民家の一角に京都一周トレイルにためにトイレを貸し出してくれてます。こちらですね。はい、もう少し行ったら井戸峠です。だいたいそこが中間地点になります。はい、こちらから井戸峠に上がっていきます。39番。昼、鹿、イノシシいます。うわーっと来た。蜘蛛の巣が。はい、井戸峠に到着です。よいしょ。はい、井戸峠着きました。36キロの半分の18キロぐらい来ました。あと半分来ますか。頑張りますか。まあここまではどっちかというと半分ぐらいロードでしたからね、だからまあまあ楽でしたけど、ここからがそうですね、山道中心になってくるんで、こっちですね。まあなんとか日没までにつければいいですね。はい、また車道に合流しました。36番、いるだけやのに出るはないやろうが。なんだこれはなんだこれは。いるだけや、わしが住んでるだけやのに、ああ、なるほど。出るっていう言い方はやめてくれと。なるほど。熊の気持ちになってるわけね。そう。なるほど。そもそも俺が住んでるところやないかっていうことね。あんたが出てんねん。確かにね。なるほどね。熊の気持ちね。こちらが上昇光寺というお寺です。結構新緑がいい感じですね。で、あそこにトイレがあります。駐車場のところですね。上昇光寺は1362年に北朝初代天皇である弘法天皇によって創建された皇室ゆかりの寺院です。国の天然記念物九重桜などの桜の名所として有名で、春には多くの参拝客でにぎわいます。
そうです、やってそうだけどうん準備中。準備でここが休憩できるところですね。自販機がこっちにあります。こうやってここに座って休憩してた。うんだって簡単になんかはい、こちらは鴨神社です。鴨神社は1000年以上の歴史を持つと伝わる古社です。上賀茂神社と同じ祭神を祀っていますが、その関係性についてはよく分かっていません。鳴野堂の二石仏。はい、パラグライダーフライト基地に行ってみましょう。はい、はい、そこには行ってきたい。確かすぐだったような記憶では。ここを登るとパラグライダーのフライト基地です。意外に分岐地点から遠かった。よし。おー、いい眺め。うわー、すごい。おー、着きました。すごいね。おー、天気もいいしめちゃ気持ちいい。やったーめっちゃいい。多分あの川じゃないかな、川沿いを来たんじゃないかな。こちらは茶の実峠の地蔵。丸堀の地蔵菩薩だって。古い道標があるんですよ。右山、左下村。もうすぐ峠じゃないかと思いますが、ちょっと緩やかなりますね。そうそうそう、この辺がなんか峠っぽい雰囲気。ここか峠かな。お、それっぽいぞ。よしよし。お、道標。もしやこれがそうだよね。いや10じゃないか。さっき10あったっけ。そう、さっき11。これがあれ11だ。まだ11だ。さっき11の1だったから。10かと思った。でもまあここからちょっと下りですね。OK。はい、いくつですか。10の4。4か。まあでもどっちにしろカウントダウンに入りました。カウントダウンに。最初92でしたっけ。92から始まってようやく10まで来ました。よし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 。はい、山から降りてきて、ここが10だ。ラスト10。はい、こちらが5番です。残り5個。
もうすぐですね。滝俣の滝の上です。ここから滝が下に流れていくという。で4の1また刻んできた、4番です。はい、そして滝俣の滝があっち。はい、滝俣の滝です。おー、しぶきが当たりそう。あ、本当真下から見上げる感じで。はい。あ、これ3の2だね。で、ここに滝俣の石仏群の一覧が載ってますけど、めっちゃたくさんあるんだよ。そうですね。38。滝俣の石仏群は木材会社の創業者で京北出身の四辻俊彦さんが過疎化が進む故郷のために何かできないかとの思いから作り始めたものです。2013年頃から10年以上の歳月をかけ、自身が所有する山に42体の石仏を作り上げました。はい、そしてこれで終わりですね。石仏群。はい、3番です。はい、あと2つというか1つか。これが最後の銅標。なかった。まあおそらく2番。はい、銅標の1番に戻ってきました。やったー、ゴール。はい、ゴールです。やりました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか、初めてのね、京北コースは。まあ、パラグライダー、のあそこはすごく良かったし、あと石仏も良かった。そうですね、滝俣の滝ですね。はい、まあ京都市内のやつを全部回って、はい、まだここが残ってるって方はぜひこの動画を参考にしてもらって、はい、歩いていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ今日はこれで終了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。